皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、韓国の政界において東京オリンピックをこのままであればボイコットするかもしれないぞなどという主張がされていることを取り上げようと思います。なお今回の主張というのは日本側の東京オリンピックの紹介ページにおいて竹島が表記されており、この竹島を表記していることが日本がオリンピックを政治利用して自国の領有権主張をしているのだという批判を韓国側がしていることです。このような主張というのはそれこそ彼らにしてみれば常套句なようなもので、いつでも竹島は日本の領土だと言っているが、これはあくまでも韓国側の特図であるといったことを彼らにしてみれば延々と言い続けている状態です。ですから日韓の間には両者の意見の隔たりというものはそれこそ凄まじい広さがあるわけで、そういった意味で両者の意見が合致することは基本的にはありません。しかし、そのこと自体は別に今に始まった話ではなく、ずっと前から続いている話題ですから、今回この話題を取り上げて、竹島の領有権が日本が主張しているからボイコットをするんだといった話などは、全く不当な批判だと言えるでしょう。そして彼らがオリンピックのボイコットをいくら言ったところで、彼らの主張というものは全くの口から出まかさであり、少しでも世間からの注目を浴びようとする政治的な活動に過ぎないと言えるでしょう。まずは韓国側の政治家がどのようなことを発言しているか、韓国の報道機関中央日報の記事を見ていきましょう。偏屈な日本、五輪ボイコット、韓国元首相ら反日感情を刺激した。東京オリンピック組織委員会がホームページに竹島を日本の領土に表示した地図を掲載すると、与党の大統領選挙候補らが相次ぎ強硬な批判の声を上げている。削除しないならオリンピックに参加してはならないという主張まで出ている。最も強い語調で五輪ボイコットを主張したのはミスタースマイルと呼ばれるチョン前首相だ。チョン前首相は30日、Facebook に日本の五輪地図の竹島表記は大韓民国に対する日本の明白な政治的挑発とし、私は大韓民国の主権と自負心が毀損される東京五輪の参加に反対すると書いた。チョン前首相が Facebook に五輪ボイコットを主張したのは26日に続いて2度目だ。また29日、地域の行事後に開かれた記者会見でも日本をあいつら悪い人たちとし、日本がちょっと偏屈で恥知らずなのではないか、我々を刺激しなくてもいくらでも五輪をできるのではないかと話した。イ・ナギョン前代表も27日、Facebook に竹島は我が領土だ。日本政府に竹島表記を直ちに削除することを強く促すとして、日本が最後まで拒否するなら、政府は五輪ボイコットなど可能な全ての手段を動員して断固として対処しなければならないと主張した。30日には大統領選挙候補の議員もこの問題を主権侵害行為とし、ボイコットをはじめ様々な対応のカードを用意する必要があると Facebook に書いた。大統領選挙候補、特に首相出身の2人の五輪ボイコットの主張に対しては党内でも異例的という反応だ。特にイ前代表の場合、東京特派員出身で政界の代表的な知日派だ。彼は首相を務めていた2019年、日本の半導体素材の輸出中止で両国の対立が頂点に達した時、政府の代表として天皇の即位式に参加し、非公開で菅首相、当時官房長官と会談した。チョン前首相はあの時、イ首相の訪日をきっかけに安倍政府も両国関係の正常化に向けて前向きな姿勢で臨むべきだというメッセージを出すなど、比較的に日本に対する穏健派に分類された。これについてチョン前首相の側近は、竹島の領有権は国家の自尊心が関わる問題であり、五輪を紹介するホームページをこのまま置けば、国際的に竹島は日本の領土だと認める格好になり得るという点を深刻に捉えて話しただろうと説明した。しかし、大統領選挙候補らが競争的に吐き出す反日発言に対しては、党内ですら選挙用という評価もある。反日を選挙に活用したのが今回が初めてではないから出てくる解釈だ。まず最初に話の前提から言いますが、竹島は日本の領土です。そして日本の領土を不当に占領しているのが韓国側です。このような正しい正しくないという話からすれば、韓国側は自分たちの過ちを認めず、そして日本の方が悪い主張をしているんだということを繰り返すために、日本の竹島表記について難癖をつけるというのがいつもの行動です。このこと自体は別に今に始まった話ではなくて、あくまでも来年の選挙に向けて大統領の座を狙うような人たちは難しい政策を国民向けにアピールするのではなく、
自分たちにとって非常にやりやすい政策として、反日政策の一環としてこのような主張を繰り返しているに過ぎません。ですから、彼らはどんなにオリンピックのボイコットをするぞと言っていたとしても、実際にボイコットする確率は私は 1% もないと思います。日本のインターネット側では、じゃあボイコットできるもんならしてみろというふうに答える人たちがいるわけですが、韓国側の政治家たちも実際にボイコットする気などさらさらないでしょう。彼らの発言というのはあくまでも韓国国民向けに反日政策のポーズをとっているだけに過ぎず、彼らの頭の中は国際関係がどうかといった外交を考えるような政治的な能力というものは全くないのです。そしてこのような韓国側の主張に対して日本側の反応はといえば、そもそも竹島が日本領ですよという主張、それ自体は別に以前からしているわけですから、今回の件について言っても全く同じように、あくまでも竹島は日本領ですよ。そしてボイコットするかどうかというのは韓国側の判断であり、別に日本はそのような内政干渉をするようなことはしませんよという反応をしています。このような日本側の対応を見て、今度は IOC、オリンピック組織委員会の方に対して日本のやっていることは不当な行為であり、そのような行為をやめさせるべきだといった批判などもしているわけですが、これなども別に IOC などは仲介するような話題ではありませんから、そのような話題についても基本的には放置に近い状態です。ただし、このような韓国側と日本側のやり取りを見ていると、私は非常にもったいないなと思います。なぜならば、韓国側の主張というものをもっと日本側の有利になるように利用すればいいのにと思うからです。何しろ韓国側は竹島表記されていることに関して、これをやめさせなければならないと主張しているその一つの論の中には、もしもこのような表記がされたままの状態でオリンピックに選手団を参加させるようなことになれば、それこそ日本側の主張を認めたことになってしまう。だからやめさせなければならないんだというような政治的な主張を彼らはしています。このことを全く裏返しにすれば、日本側はこのように言えばいいのです。もしも東京オリンピックに選手を派遣したのであれば、それは韓国側が日本が主張している竹島は日本領ですよということを認めたことになりますよね。そのことは韓国側が主張していることですよね。だから選手を派遣するかどうかはしっかりと韓国側で議論をしてくださいと投げかければいいのです。これ自体は別に韓国側の主張というものをそっくりそのままお返ししただけであり、日本側が何か意地悪なことをしたわけではありません。しかし、日本の政治家やもしくは日本の外交というものがそのような少ししたたかさを持った外交をしてくれれば、もっと日本国民の支持を集めるのになと私などは思ってしまいます。これなどは基本的には何かお金が動く話ではありません。あくまでも一つの駆け引きの姿を見せるだけであり、それだけで韓国側が動揺を見せるのではないかと思います。なぜならば韓国が今回のような主張をしている中に、オリンピックのボイコットの話を持ち出してくるのは、それこそ日本側が何ら反撃をしないはずだと高をくくっているから好き放題言っているのです。ですから、このような意種返しをすることが、それこそ韓国側にとっても思わぬ反撃として受け止められる可能性があるのです。そしてこのオリンピックに関連してはもう一つの話題があります。それは旭日旗問題についてです。旭日旗問題についても韓国側は非常に神経を尖らせており、オリンピックが行われるのであれば、もしも旭日旗が会場のどこかではためくようなことがあれば、それこそ日本の軍国主義復活のマークであるといったような形で、少しでもネガティブキャンペーンを張ろうと待ち構えている状態です。ただし、このようなネガティブキャンペーンをいくらしようとも、旭日旗自体はただの旗であり、そのことについて意味付けをしようと試みているのは韓国側だけの話です。ですから日本側ではこのような旭日旗問題に対しての一つの冷静な対応というものが見られます。オリンピック会場における旭日旗の扱いについてはどのようなことが決められているのか、その方針を伝える記事も見ておきましょう。東京オリンピック、旭日旗は会場持ち込みか、国内で広く使用されており、禁止に該当しない。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会は28日、都内で大会における持ち込み禁止物品などの周知についての説明会を行った。韓国などが問題視する旭日旗については、これまで組織委員会は政治的主張に当たらないとしてきたが、この日も組織委員会の警備局長は、旭日旗のデザインは日本国内で広く使用されているものであり、それ自体が政治的主張や差別的にはならないことから、それ自体が持ち込み禁止には該当しないと強調した。実際にオリンピッ
ックが開かれたら韓国側は選手団を派遣してくるでしょう。それは日本側の公式サイトにおいて竹島についての表記が一切変更されなかったとしてもです。なぜならば彼らの主張というのは基本的には自分たちが騒ぎ立てることそれ自体が目的ですから、日本側が認めなかったからといって選手団を派遣しないといったような決断をするような自分たちの発言に責任を持つ行為というものは一切しないからです。そしてそのような責任を取らないことそれ自体は別に韓国側ではよくあることであり、彼ら自身もそのことについて一切恥を感じないでしょう。そしてオリンピックが開かれ選手団が派遣された後になってしまえば、そのような竹島問題についてのあれこれ言う話なども一切やめて鳴りを潜め、今度は別の話題へとシフトするのです。それが旭日旗問題であったり、もしくは日本の飲食物が放射能汚染されているといったネガティブキャンペーンへと発展させることです。実際に会場で旭日旗がいっぱい並んで売られている光景というのはあんまり想像はできないわけですが、一部の人は持ち込んで旗を振るでしょう。そしてそのことを取り上げて韓国側では日本の軍国主義の象徴であるかのように伝える、そうしたネガティブキャンペーンを張ることでしょう。しかしそのような韓国側の報道姿勢というものに対して日本の報道機関が間違った伝え方をしているといったような批判的な解説などを行うことはありません。一方で韓国側の主張にも一理あるようなといった思わず耳を疑ってしまうような発言をするコメンテーターや、もしくは韓国側の主張そのものを全くコピーしたかのような発言をする解説者などを連れてきて報道してしまうものです。またテレビだけではなくインターネット上においても Twitter や Instagram といった SNS を通じて芸能タレントや女優さんといったような人たちがまるっきり韓国の主張と思えるような発言などをすることもこれからはより目立ってくるのではないかと思います。政治的な大きな出来事というものがある時にはそれを悪用しようとする人たちには非常に注目を集めることができるため、これを利用しない手はないのです。時には有名な女優さんの発言などが大いに拡散されることもあるわけですが、しかし何を発言しているか、その発言の中身についてはよくよく注意しておかないと、あなた自身も反日活動のその一環に組み込まれてしまう可能性があるということを忘れないでおいてください。非常に不思議に思うかもしれませんが、世の中には多くの人たちと全く別の考えを持っている人たちというのも必ずのように存在するのです。例えば状況がだんだん改善しますよという話についてはこれを快く思わず、むしろだんだんと状況が悪化しますよ、もしくはどんどんとみんなを不安にさせるような情報というものがこれからも次々と現れますよという、そういった混沌とした状況こそ自ら好み、そしてそのような状況をさらに助長させるような勢力というものも存在するのです。そのような人たちというのはそれこそそのような状況そのものを自分たちの政治的発信力の強化やもしくは利益を得ることへとつなげる活動をしており、過激な発言を連発して目立とうとしている人がいるのであれば、その人の狙いが何なのかということは一歩引いてみた方がいいでしょう。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。